私はもういいかなでも分かんないよね、もうこんなんね。でもなんか成り行きじゃない？まあ多分ないと思うような気がするけど、ちょっと体力的に辛いかな、また新しい言語をやるのは。まあ新しい言語は結構きついでね。も新しい言語が、ね、イタリアスペインだったら必要だと思うけど、例えば北欧とかだったら英語でなんとか済ませられるでしょ。でもスペイン語とイタリア語ってフランス語とちょっと近いんでしょ。ちょっとだけど全然だって、まあそうだよね、だって私が語学学校に行った時、スペイン人もイタリア人もいたよ、勉強してたよ。無理。まあそうね。何の勉強もしないのは無理だけど、なんとなくでもさ、書いてある言葉は分かったりしない？ちょっとスペイン語とか。分かる。今もう分かる。分かるよね。そう分かるよね。ベリッシでもモとか喋るのは無理だよね。喋るのは難しい。喋るのは無理だよね。サバ寿司ですね。サバ寿司大好き。でもサバ寿司だけじゃなくていろんな好きなのがあるんですけどね。例えば麻婆豆腐も好きだし、あとインドカレー作ってくれるんじゃないの？なんかチキンのさ、バターチキンのインドカレー、あれ大好き。すごくなんかでもいろいろ細かく出てくるものも、なんか納豆のなんかあえてるやつとかも、いやさすがだなっていつも思うので、すごく美味しいです。でもサバ寿司が出てくるとなんかうわーってすごくこう気持ちが上がります。ロト6で当たる。まあでもそうだよね。でもさ、確かにさ、もうさ、夢っていう年じゃないよね。なんか実現させる、要するにプロジェクトでしょ、今後やりたい。ちゃんとなんか別になんか、ある。はい、どうぞ。いつか保護猫をいっぱい保護したい。かわいそうな猫を保護してちゃんと里親を見つけてあげてっていうボランティア、仕事じゃないからボランティアを手伝いたいってすごいいつも思っている。人生で変えたいことは？お酒飲みな人生を変えたい。本当に思ってんの？そんなこと絶対思ってないでしょ。いやこう飲まなかったらあんなことやこんなことがないななんて思ったりするけどね。でも飲んじゃうからね。そう好きだからね。笑ったことっていうことであれば、最近その飲みの市に行ったら私たちが撮影しているっていうのもあって、おじさんがものすごいなんかリアクションしてくれて、それがすごい面白かったので、ちょっと次の飲みの市動画は乞うご期待ですね。でムムっとしたこと、ムムっていうよりはすごいひょーっと恐ろしくなった話ではありますが、飲みの市に行こうとして初めて行く駅に降りて、アプリで見た出口がすごい人気がなくて、でもまあなんかそっちだからと思って出たら、そのドアが閉まった瞬間に出口が柵がされているっていうことに気づき、つまり出れない。でも出口のドアは自動ドアだったので、もう戻ることもできず、要は出口と地下鉄の出口との間に閉じ込められてしまったんですね。通りがかりのおじさんというか飲みの市のおじさんたちがとんちんかんで全然助けにならないし、もう本当にどうしようと思って通さんに来てもらうしかないかもって電話したりとかしてっていう時にやっと人が通って、その人が開けてくれて事なきを得たんだけれど、あの時は閉じ込められるってこんなに怖いんだなっていうのがすごい恐怖だった。俺もびっくりした。いきなり電話かかってきて何の話かよく分かんなかった何の話と思って。でもさ、そういうことが余裕であるのがこの国の地下鉄っていうかさ。まあそうね、せめてさロックかけてほしいよね、出口にね。そう出口にロックかけてくれりゃさいいのにさ、出たらロックかかるとかやめてほしいよね。
長所はマイペースなこと、短所はマイペースなこと。そうだね。確かにどっちもどっちその通り正しい。のんびりよしてる時がいいこともあれば、のんびりしててつーさんにぶち切れられることも多い。うちのこれお母さん見てるからすごい嫌なんだけどそうですね、うちの母はものすごくしつけに厳しくて、子供の頃はお父様お母様と呼ばされ、弟は私のことをお姉ちゃまと呼んでおり、他のうちのお母さんのことも全ておばさまと呼ばさせられていて、子供の頃は気が付かなかったけど、だんだん大きくなってなんか私他の人と呼び方が違うみたいっていうことに気が付いてすごい嫌で、それだけじゃなくてテーブルマナーとかもすんごいうるさくて、肘はついちゃいけないとか、当然、今考えたら当然のことなんだけれど、そういう全てのことがすんごいうるさかったから、でかつテレビとかも教育上良くないからテレビも見せてもらえなかったし、ただそれなのに別に女の子は勉強しなくていいというよくわからないよくわからない教育方針のもと、全く勉強しろとか言われなかったので、逆に危機感を自分で感じて自分で勉強したから、ある意味それはいい方法だったのかなと思っていて、なんであの頃は本当になんて鬱陶しいことばっかり言うんだと思ってたけれど、大人になったらやっぱり厳しくしつけられていてよかったなと思ってはいます。あんなに信頼のできる人はいないね。あんなに信用のできる人は絶対嘘言わないもんね。絶対に嘘つかない。絶対に嘘つかないから、融通が利くに利かなくて困る。いやもうすごいよね、喧嘩ね。すごい。そんなシビアな顔して言わないでよ。そうね。だって、あの食器棚買った時も喧嘩してガラス割らないようにしようねってさ。それ言ったね。そう、それは大事なことだよ。割っちゃダメだから。そうだよ。どんなだよと思ったよね。喧嘩するほど仲がいいって言うから。自分で言うかしら。子供の頃は、さっきの話もさっきの話とちょっとかぶるけれど、すごくしつけが厳しくうるさく、でも私はものすごい洋風な文化にかぶれていて、小学校の頃からレコード屋さんに行ってはレコードを借りていたですね。だから小学校の頃から UK ロックが大好きで汗がき英語が好きになったのはやっぱり UK ロックが好きだったから。俺素晴らしいまみこさんをどのように愛しているのか全身全霊を持って毎日サポートしてますよ。ね。そうだね。ありがとうございます。何それ。俺は多分まみこは価値観がすごいはっきりしてるっていうか、ものの見方がもう決まってて、俺は割といろんなものの考え方を尊重したいって思うタイプだから、そこがすごい違うと思うな、いつも思う。そしてそれが喧嘩の原因になることは結構あるよね。はい。一緒に一緒に過ごす上で仲良くやっていくパートナーシップの方法だって何ですか？情報。そうね、本当にその通りだと思う。譲歩だよね。お互い譲歩する以外ないよね。だって違う人間だしさ、違うこと考えてるし、違うものが好きだしさ、それでも少しは近いとは思うけどね。あれ何それはい、僕が好きなのはパッと思いつくところだとチェット・ベイカーとかスタン・ゲッツとかキース・ジャレット、ビル・エヴァンス、ちょっとタイプは違うけどパット・メッセニーとかチャーリー・ヘイデンとかも好きですね。ギターで弾けるって多分ジャズだと思うんですけど、僕ジャズはほとんど弾けないです。難しくて、たまにちょっとブルースっぽいのでなんか細野晴臣さんの昔の曲ちょっとやってみたりとか、パッド・メセニーのニューシネマ・パラダイスのなんかカバーとかを練習したりとかもしていましたねっていう感じです。
はい、してます。僕はただそんなにこうガチガチな筋トレはあんまりしなくて、というのはしてんじゃん。うちに巨大なバーベルあんじゃん。いやいや、あんなのは全然ガチガチの筋超トレじゃ邪魔な。ない。いやいや、あれは全然ガチガチな筋トレじゃない。ガチガチな筋トレっていうこんなのは、だよ。いや、だけど、あんなのはガチガチな筋トレ。ガチガチな筋トレっていうのはもう毎日毎日追い込んで、で、食事のことも 100% 考えて、筋肉のために生きていくのが本当のガチガチの筋トレだって、俺はそういう考え方はしてなくて、毎日ずっと続けられるぐらいの量の筋トレをするっていうのが俺の信条だから、一生おじいちゃんになっても続けられるぐらいの量にしてるの、俺の中では。あれいつも足ぶつけて痛いのね。という文句にもつながっていますがやってます。はい。グリーンのはツーさんが前に通っていた事務所でポップアップかなんかしてたのね、確か、そこで売っていたから買ったもので、ピンクのピッチャー型のものはすごく昔にご紹介したレフルーっていうセレクトショップで購入しました。あとグレーのピッチャーのやつなんだっけ、あれか、アルミのやつかな、それは飲みの市で買いました。趣味は漫画を読むことです。星座は10月6日天秤座です。僕は2月6日水亀座です。いつも履いているこの本のやつはいただいたもので、バーティーっていうニューヨークのブランドらしいんですけど、前もお問い合わせいただいたので検索したらどうもブランドがなくなってしまったみたいでどうやっても探し出せないんですよね。でもすごい気に入っていて、だからもったいないなと思っている感じです。ツーさんです。はい。私の滑舌が悪いけど、立ちつてとのツーさんです。はい、これにはちゃんと理由があります、僕の中で。ていうかいつも説明したいとは思ってたんですが、一応僕的には皆さんの目になりたいっていうのが自分の中であって、なんか自分が演者ではなくみんなの目の代わりになる存在になりたいなっていうのがあるので、逆に僕が出ちゃうとその皆さんの目になることができなくなっちゃったりとか、もしくはおろそかになっちゃったりするので、それをそうはしたくないなっていうのがまず一つで、もう一つは、やっぱりマミコがメインのチャンネルだと僕はずっと思ってて、一番最初の頃は全く何も言ってなかったぐらいだったので、やっぱりそこら辺のバランスは変えたくないなっていうのは自分の中でやっぱり心情として持っていきたいところで、そこのパワーバランスを大事にしてる。であと3つ目はなんかその物事に奥行きを出したいというか、やっぱり見えない部分があった方が人々の想像する余地があっていいなっていつも映画とかを見てても思うので、やっぱり何でもかんでも全部見せるんじゃなくて見えない部分を作りたいっていうのがあるのでそうしてます。だからスーさんっていう存在はもう僕ではなくて皆さんの頭の中でもう自由に想像してどんな人間なのか想像していただければなというのが僕の思っているところであります。スーさんはブラッド・ピットみたいなのよっていうコメントあったやつね。そうそうだ、それでもいいのよ。別にブラッド・ピットみたいに思っててもいいし、もうなんか太いおっさんなのかもしれないし、毛むくじゃらのおじさんかもしれないし、細いおじさんかもしれないし、わからないけど、でもそっちの方が面白いじゃない？だって作品がみんなそれぞれの中でさ違うわけだから、ゴロゴロキッチンのイメージが。それでいいと思うんです、僕は。目標にしたいわけじゃないけれど、すごい素敵だなと思ったのは、アンジェリーナ・ジョリーさんが仕事でお会いして、で私そんなにすごい正直アンジェリーナに何の興味もなかったけれど、会ったらすっごい綺麗だし細いし。でかつすごいいい人で、ハリウッドの大スターなのに普通になんか接してくれて、すごいいい人だったから、なんか素晴らしいなと思って、ああいうこう孤児とかの援助をしたりとかそういう仕事もしているから素晴らしいなっていう、なんていうのか、何かを助けたりすることに対して私も猫をね助けたいなと思っているから、そういうことをしている人はいいなと思う。なんかね、飲みの市のものとかは是非こう
いろいろできたらいいななんて思っていたんですけど、まあどうすればいいのかがよく分からなくて。やりたいねなんて話は毎回あるけど、なかなか公平性とか、あとなんかそういうシステム送ったりとか住所のやり取りとか、そういうのがちょっと難しいなっていうのはなかなかネックだから、まあ、今後またやれたらね、そういうふうにちょっと少しずつアップグレードできたらいいなって思ってます。これは以前の動画でご紹介してるんですけど、ココチさんっていうエプロンを作られているブランドさんからご提供いただいたもので、私もすごい気に入ってるんですけど、以前の動画を見ていただければそちらにも概要欄にもご紹介しているので、 URL とか情報をぜひそちらを見ていただければと思っています。早く寝る？全く同じ。そうだよね。俺全く同じこと思ったわ。寝ちゃうのが大事だよね。寝るがベスト。寝ても解決しない場合はもう運動するとか時間が解決するぐらいしかない、ね。森に行くだな。森に行くだね。そうだね。森で散歩する。いや、何にも事件はなくて、私すごい子供の頃からアスパラガスが嫌いで、全世界の人になんか嫌いだって言うと「はあ?」って言われるのに、スーさんに会ったら「俺アスパラガス嫌い」って言われてびっくりしたよね。そう、なんかこうね、西洋の人からするとなぜテーブルクロスしないんじゃって思われちゃうと思うんですけど、日本の文化的には逆にそんなにこう布をしなくて、ちゃんとテーブルはきちんと毎回拭くし、なのでなんかちょっと文化の違いなんですよねという感じ。私はあんまりそんなになんかね、布まあ好きだけど、布の感じよりも木の感じとかの方が好きだから、あえてテーブルはクロスとかしなくて、あと日本的にはお箸を使ってご飯を食べるので、ナプキンで口を拭くとかそういうことがあまりない。口の中にビッて入れちゃうから、だから私としては使わないナプキンを出してまた洗ったりするのはあまりエコでもないと思ってるから、そういうことを無理にしようとは思っていないっていう感じですかね。もう生まれないと思う。いや、もうわかんない。こんなのはさ、もう授かり物だから。なんかだってあんまりシリアスになってもしょうがなくないだって、そんなのね。はい、でもできたらできたでって感じで。はい。フランスの人はそんなに他人に干渉してこないので、そんなことでどうとかこうとかなったことも言われたこともないし、そういうことしないよね、基本はね。でもこっそり聞いたりするんだよ。そう本当そう実際はそうだよね。本人に聞いたりしない。本人には聞かないよね。本人には聞かない。あ、裏で話す。まあでもそうしていただければ別にいいよね。それでいいよね。それだったらどうぞご勝手にって感じで。やっぱりなんか継続とかはすごい大事かなって思うね。自分を信じるためにはね。なんかこうすぐになんかトライしてすぐにやめて、ああ自分はやっぱり何もできなかったって思うのは違うっていうか、結果が出る前に諦めちゃダメだとは思うかな。虫いっぱいあるよね、うち森近いから。マミコ全然虫弱くないよね。虫ね、ジジイな人はちょっと無理だけど、芋虫とかさ全然平気じゃん。まあ別に平気。でもやっぱりこう東京って言っても田園な東京で育ってるから、昔からも虫なんかいっぱいいたし、で虫は虫でも生きてるものはなるべく殺したくないから、なるべく殺さない。すずさんはすごい真面目で計画を立ててちゃんとやるとこがすごいと思っている。俺はマミコはよく考えるなと思って、てかなんかリサーチとか、あとなんかこだわったらもうそこまでとことんこだわるし時間かけるし、そういうところだね。あとやっぱなんか俺的にはディレクションがすごいうまいと思う、マミコは。こう方向だから本当アートディレクターやったらいいのにってすごい思うぐらいディレクションがうまい。物事をこっちの方向に進んだらうまくいくよっていう判断力がすごくあると思うかな、俺は。
あ、そう？うん、すごいそう思本日もしてみました。これはもうなんか10年前ぐらいにまだ編集部にいた頃にスタイリストさんが自分でオリジナルのアクセサリーを作ってきたんですけどどうですかって編集部に持ってきて、で可愛いからみんなで「わあわあ買いたい買いたい買うギャー」って言って私もこれを買ってそれからずっと使っているっていう。う。うん。そこのブランドはどうだったの？どっかいなくなっちゃった。もったいでもないよね。ねすごい最初の頃からずっといろんな人に聞かれてて、だから当初は、ここですよとお伝えしてたの。だけどね、どっかでなんかやっぱり一人でやってるブランドって大変なんだろうなと思って。うん、そうだよね。私は初婚です。私は2度目です。これは冗談ではありません。そのことで冗談言う人いるの？まあ人生いろいろありますよ。そんなのめっちゃあるよね。最近はでも少ないかな。最近はそんなにはないけど、まあ昔なんかアホのように洋服を買ったところはすごいいっぱい失敗してた。でもそのトライアンドエラーがあったから今自分に合うとか自分が好きっていうものが分かってるっていうところもある気がする。私もうかれこれフリーランスをすごい長く昔からやっているので、家で仕事をすることにオンとかオフとかをつけるとかあんま考えたことがなくて何の役にも立たないすみませんって感じですけど、まあでも俺はだからそれが逆に嫌だったからその事務所借りたけどね、前はねすごく良かったよね、その事務所でオンオフできるから。そうね。今もだって日本もなんだコーワーキングとか結構いっぱいできてるから、俺もコロナ落ち着いてちょっとどうしたらまた借りるかなとかなんとなく思ってたりもするし、コーワーキングは一ついいよね、一つの手段としてね。あと夫婦で会話で気をつけてること。なんかこれは起こるポイントだなっていうのは大体分かるようになってきたからそれは言わない。ああ気をつけてるね。もうなんか飲み込んでるの分かるもん俺、まみこは。飲み込んだなって思う。そうで違う部屋に行ってバーカとか言うの。それも聞こえてる。それも聞こえてる。それも聞こえてるけど、まあそうだよね。お互いいろいろあるよね。最近はもう使わないなっていうふうに分かるものはなるべく手放すようにしていて、でこの国のいいところっていうかいいのかはよくわかんないけど、とにかく外に置いとくとみんな誰かが持っていく。最高のシステムだよ。俺も大好きだよそのシステム。本当に。別にリサイクルセンターに持っていかなくてもなんか段ボールとかにこう分かりやすく入れて外に置いとくといつの間にかあっという間になくなってるよね。なくなる。みんなが持っていく。持ってく。であとでもリサイクルとして服はリサイクルボックスがあるからそこに入れるとリサイクルに活用してくれるし、あとこの国はエマウスとかねそういうリサイクルセンターがいっぱいあるのでそこに持っていけばお金は払われないけれど受け取ってくれてやってくれるって話だし、あとブロカントとかビットクリニエとかそれ自体がそうだからね。あれがリ私たサイクルショップだよ。ちも一回出したことあるもんね。ある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 。だからここのいらないものをね。フランスはそういうのすごいうまくやってるよね。本当に。なんか古いものに躊躇がないから別になんか古くなったからいらないとかそういうことは全くないからそこはすごく良いなと思っています。くるみが2018年の8月生まれなのでもうすぐ4歳で、トラはその翌年なのでもうすぐ3歳。まあチュールですね。あれクーちゃん。シュールじゃなくてチーズを食べようとしてるけど大丈夫？あれクーちゃん危ないよクーちゃん。クーが危ない。という感じです。うちの猫たちはパリジャンなのに日本語しか話せない感じで日本語しか聞いてないから多分日本語しか分かんないと思います。猫はやっぱりお金を払って買うものではないと思っていたので
ノルマンディーの農場から譲り受けてきました。でクルコとトラはお父さん違いの兄弟です。どっちだと思う？マミコだね。俺は俺なりに可愛がってるよ。でもまあ私怒んないからね、基そうね、本猫に対してね。俺は猫に対しても怒るけど、マミコは絶対怒んないよね、うん何をされても怒らないよね。うん、でかつ私がご飯をあげたりしてるからね、基本は。たまにでもクルちゃん俺が寝てるといつも横に来てくれるよ。でもトゥーさん帰ってくる時シャーって言ってる。それ許せないな。なんだよ、どういうことだよ。いつも仲良くしてるのにさ。くるみは私で、トラはトゥーさんが名付けました。別に名付けるっていうか、くるみが来る前からずっとくるみくるみってたんだよね。もう猫の名前は最初からくるみって決まってた。そう私のくるみちゃんはどこかしらとかずっと言ってたからなんかもう名前が先に決まってた。そう、それはもう最初から確定事項だ。そうでトラはトラ柄だからでしょ。そう、トラはトラ柄だから俺がトラにした。そうだから意味はくるみはくるみっていう、ウォールナッツですね。ウォールナッツで、トラはタイガー。そうトラみたいだから、旅行の間は、いつもお願いしてて信頼しているシッターさんのところに預けています。もうね何度かお願いしているから、うちの子たちもだいぶ慣れていて、すごくよくしていただいているので安心してお任せしています。いや一応そのショートのをやった時に一応出したんですが、トラはくるみと違って牧場までもらいに行ってないから、そんなにこうなんかもらいに行った時の映像がいっぱいあるわけじゃないんだよね。そうトラはそもそもクルコのために遊び相手がやっぱり必要だねっていうことで飼うことにして、来てからもやっぱり先住猫がストレスを受けるからっていうことでくるみのケアを最優先にしてたので、ちょっと申し訳ないんですけどトラの動画が全然ない。なんか2匹がこうつかず離れずな感じで、決して仲悪くないよね。俺はなんかすごいなんか人間の兄弟みたいだなっていつも思いながら、距離感が本当そうじゃない、なんか本当に姉と弟みたいだよね。まあなんかこうね仲良く横にいる時もあれば、なんかギャーとか言ってダダ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 って言ってなんか追っかけ合ったりしてる時もあるし、べったりは決してしないけど、でもまあ別に仲悪くはないかな。いつも一緒にいる、仲良しかなっていう。で猫たちは基本的にはリビングルームで寝ています。というのも朝の4時とかにベッドルームを開けとくと、くるみが私の顔の周りにやってきて、もうベロベロしてガブとかやって起こすので、睡眠不足で体力の限界を感じてから猫をベッドルームに入れなくしたので、この人たちはリビングルームで寝ています。はい、以上になりたくさん見ていただいて、かつ質問もたくさんいただいてありがとうございました。本当にありがとうございました。今後も頑張りますので、また、一緒に楽しみましょう。ごひいきによろしくお願いいたします。